やあ諸君、どうも。怪異探偵の宮城龍だ。私は助手の苗のあずき、はずきゅんって呼んでね。フェアリスなのだよ。今回もとても怖い話を私が持ってきた。結構有名なお話の宮城龍さんバージョンですね。楽しみ。僕はこの世界の多くの人間たちが知らない怪異の世界の狭間に生きている。僕はその薄暗闇で普通の人間が出会った恐怖体験、不思議体験を調査する仕事をしているんだ。ここではその調査で集まったお話を紹介しているんですよ。大変恐縮なのですが、息の根止めさせていただいてもよろしいでしょうか。さて、これから話すことが本物の怪異かどうかは皆に判断を任せよう。ただ一つ言えることは、この世には人には見えない暗闇がある。今日のお話はこちら。さあ、薄暗闇に目を凝らしてみよう。年に一度、お盆にしか訪れることのない祖母の家に着いた僕と兄は大はしゃぎで早速外に遊びに出かけた。田舎の爽やかな風を浴びながら兄と田んぼの周りを駆け回った。虫を探したり小川の小魚を見つけたりしていた時、不意にピタリと風が止んだ。暑いな、そう思った直後、気持ち悪いぐらいの生ぬるい風が吹いてきた。僕はさっきまでの爽快感を奪われたことで機嫌が悪くなり、暑い、なんだよ、と声に出すと兄を見た。兄は、その暑い風も気にならないようで、さっきから別な方向を見ている。その方向にはかかしがあった。どうしたの兄ちゃん、と兄に聞くと、兄は、あれ、かかしの向こうだ、見てみろ、とかかしの方から目をそらさず言った。田んぼの奥、かかしの向こうに、確かに見える。なんだ、あれは。遠いからはっきりとはわからないが、人ぐらいの大きさの白い物体が、くねくねと動いている。緑の鮮やかな田んぼの真ん中にひときわ異常な白さで、その物体は動いていた。僕は一瞬奇妙に感じたが、ひとまずこう解釈した。あれ、新しいかかしなんじゃない。風で自動で動くとか。兄は、僕の解釈に納得した表情だったが、その表情は一瞬で消えた。風がピタリと止んだのだ。風がなくても、例の白い物体は相変わらずくねくねと動いている。まだ動いてるな。風じゃなかったら電気で動くのかな。兄は気になってしょうがなかったのか、家に駆け戻ると双眼鏡を持って再び現場に来た。ワクワクした様子で、最初俺が見るから、お前は少し待ってろよ、と言い、兄は張り切って双眼鏡を覗いた。すると、先ほどまで気色に満ちていた兄の顔に急に変化が生じた。みるみる真っ青になっていき、冷や汗をダクダク流して、ついには手にしていた双眼鏡をガチャリと落とした。僕は兄の変貌ぶりに動揺しながら聞いた。何だったの？兄はゆっくり答えた。わからない方がいい。それはすでに兄の声ではなかった。兄は持っていた双眼鏡を取り落とすと、何も言わずそのままひたひたと家に戻っていった。僕は兄も心配だったが、自分の好奇心が抑えられず、あの白い物体を見てやろうと落ちていた双眼鏡を手にした。兄の変貌ぶりに怯えながらも、ただ白い物体が奇妙にくねくねと動いているだけだし、少し奇妙だが、それ以上の恐怖感は起こらない。兄が何を見たのか双眼鏡で見て確かめてやろうと、よしと意を決して双眼鏡を目に近づけたその時、祖父が異様に焦った様子でこっちに走ってきた。すごい勢いで近づいてきた祖父が、あれを見てはならん。見たのか？お前、その双眼鏡で見たのか？と迫ってきた。あまりの勢いに僕は、いや、まだ、と気をされながら答えると、祖父はよかった、と言い、安心した様子でその場に膝をついた。その後、僕は、わけのわからないまま祖父の家に連れ戻された。家に帰ると、みんな泣いている。その場では兄が狂ったように笑いながら、まるであの白い物体のようにくね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 と乱舞している。僕はその兄の姿を見て強烈にあの白い物体に恐怖感を覚えた。翌日、来たばかりの祖父の家から自宅に帰ることになり、祖母が両親にこう言った。兄はここに置いといた方が暮らしやすいだろう。あっちだと狭いし、世間のことを考えたら数日も持たん。うちに置いといて何年か経ってから田んぼに放してやるのが一番だ。
僕は意味がわからなかったものの、その言葉を聞き大声で泣き叫んだ。以前の兄の姿はもうない。また来年祖父の家であったとしても、それはもう兄ではないのだろう。なんでこんなことに。つい昨日まで仲良く遊んでたのに、なんで。僕は必死に涙を拭い、車に乗って祖父の家を離れた。祖父たちが手を振ってる中で、変わり果てた兄が一瞬僕に手を振ったように見えた。僕は遠ざかってゆく中、兄を見ようと思っていた双眼鏡を覗いたら、兄は泣いていた。表情は笑っていたが、今まで兄が一度も見せなかったような悲しい笑顔だった。そして曲がり角を曲がると、もう兄の姿は見えなくなったが、僕は涙を流しながら双眼鏡を覗き続けることをやめられなかった。いつか元に戻るよね。元の兄の姿を思い出しながら、緑が一面に広がる田んぼを車は走っていた。僕は涙を流しながら、ただ双眼鏡を覗いていた。その時だった。見てはいけないはずのものが、白いくねくねが僕の目の前いっぱいに迫ってきた。兄、どうなった？この方もどうなったか。悪い結果しかなさそうですね。おそらく君の想像通りの結果だろう。やっぱりそうですよね。あの化け物、田んぼの化け物。くねくねか。異界のものではないかと思っている。理解。我々とは異なる次元の住人だ。おそらくこのお話の田んぼは異界とこの世界をつなぐ特異点なのだろう。得意点。普通では我々に異次元の住人の姿は観測できないが、特異点ではその姿を見ることができてしまう。見た瞬間、それは我々の意識と同期し、全く違う次元へと連れ去ってしまう。なんだか怖い。怖すぎる。めったにないことだが、不幸にもこの兄弟は特異点に出会ってしまったのだろう。前回の山の毛と同じように、世界は混じり合ってゆき、エントロピーは増大する。いずれ我々もこの世界と共に他の世界と混じり合い、溶けてなくなるかもしれない。怖すぎます。でも私、もっと知りたい。怪異のこと。そのためにはもっと事例が必要だ。取り上げてほしい怪異があれば、ぜひコメント欄で教えてほしい。私と同じように怪異をもっと知りたいという方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。します。それではまた次の回で。